オッケー。オッケー、ベイベー。今から、分かった。一目散でここさら地にしてほしいんです。そしてなんと、ここで。映ってないよ。トランポリンができます。なんて言ったってこの家も誰も個室持ってないんだから、あなたがこの家で初めての個室の所有者です。おめでとうございます。パチ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 。今回の週末ビフォーアフターはマンションで4人暮らしのお宅の関係線でございます。前回お手紙でお部屋の夢を伝えてくれたこの家のママ、この家がどんな風に生まれ変わるのか、続きをご覧ください。あ、すごいわよ奥さん。大変なことになってるわ。そうですよね。これ現実よそうね。ですね。あまり物持ってるのか、物持ってないのか自分で判断できなくて。そうよね。あんだけまんべんなく広げとけばね、わかんないわね。でも見てこっちもやばいわ。あいつが帰ってきたら大変なことになっちゃう。さあなんか3箇所あるのよ今。あの部屋にもあっちの部屋にもこっちにも3箇所あって、どこに住むのが一番ベストなのかなっていう。で部屋には子供のものが出てる。でなるべくこの収納の中で物事をやりくりして部屋を片付けるっていう風にしないと、やっぱりどうしてももろ出し収納が景色を損なってしまっているので、なんか大人の部屋が必要な気がするこの家って。なるほど。だからここを僕の部屋にとりあえず自分が使うときは閉めていいからみたいにでも喜しちゃう。ぶかも。綺麗だったら。だからこの子が向こうなの。そうなんだ。どうもこんにちは。僕帰ってきた。待ってたよ。どう？ここ片付いたけど。広いね。なんかすっきりしたでしょ。ね、嬉しい？うん。で、午後からさ、僕の部屋を作るんだけど、僕の部屋があっちの部屋なのか、こっちの部屋なのか、あっちらがいい。本当？今もうすごいことになっちゃってるからね。うん。じゃああそこを僕の部屋にするために、じゃあ次はあっちの部屋をさら地にしようか。うん。それで自分だけのお部屋を作ろうね。ママそれでいいですか？はい。はい。お願いします。はい。どうした？今からは無理だよ。やっぱり発がいい。あそこなくなるんだよ、物が。今あるからでしょ。嫌なの。なんで嫌なの？発がいい。
なんでこっちがいいと思ったの？広いから。ね、今は物がいっぱいだから嫌なんでしょ？こっちの方がすごい。でもさ、いつも寝るとするじゃん、おうおう部屋になったら。そしたらパパ夜帰ってきてうるさくしてもいい？ああ、それがあんだよね。オッケー。オッケー、ベイベー。今から絶対分かった。もう一目散でここさら地にしてほしい。おさらしね。一番広いよ。うわ、いいな。やば。やば。なんだ。一人で寝るよ。寝れるの？いいな。こっちがいい。すごい。俺のね、こっちがいい。まあ、多分こっち。今度こっち向きがいい。もう好きにして。いいよ。うん。自分でいいよ。好きに。ちょっとこれやってみる？そっちがいいな。じゃあやってみて。こうがいいな。なんか向きを変えてみる。せーの。これ？こうがいいの？ここに扉これ使っていい？いいよ。でそこに埋めちゃうもの。はい。じゃあね。はい。できたよ。できたよ。開くじゃん。そこもね。すごいじゃん。めっちゃ広い。めっちゃ広いよ。いいこれで。ここでお部屋作ってもいい？オッケー。オッケー。一歩だ。もう私埋める技術があるから片付くのよ悪いけど。すごいですよね。埋め方も素晴らしいですよね。埋め方が素晴らしい。埋めてる？これから今何やってるの？今ちょっと埋める場所。そうよね。みんなそうよね。このテレビどうするって言ってた？おお、聞く？もう集結させなきゃね。じゃあもう俺そんなものはこっち持ってくるよ。はい、ということで本日の作業が無事終了いたしました。ありがとうございました。で今日はまずリビングから作業を始めて、後半戦子供部屋をどちらにするかということで吸ったもんでございましたが、なんとか、3部屋を片付けることができましたので、まずはリビングの方から見ていただきたいと思います。はい。お願いします。どうぞ。じゃーん。どうでしょ綺麗だね。綺麗だね。う？どうですか？すごいすっきりしたね。物がなくなったね。
はい、この家のお母さんは私に手紙を書いてくれました。まずおしゃれな部屋、すっきりした部屋が夢と二重丸が書いてありました。もともとこういった照明だったりとかテーブルはおしゃれなものを買っていたのにもかかわらず、物が溢れていたせいでおしゃれなお家は実現できませんでした。なんなら棚という棚はぐしゃぐしゃな状態だったところが、なんと今まで扉の中に入っていた白い箱がただ並んだだけなのになんかおしゃれに見えるという。しかもなんとこの場所、なんだかよくわからない紙ベースのものばっかりあった場所が調理台になりました。これいいね。じゃーん。すごいね。ここだったら水のラインにも近いですしキッチンにも近いので、わざわざこちらに行ってもうカレーをよそうことはございません。お母さんはね、在宅勤務でありながらもしっかりとご飯を作る優等生のお母さんなんですが、無駄な動きが多すぎて一生懸命さら地にしてても最後の爪が甘い、自分で書いてありました。分かってました。はい、まだまだ爪は甘いです、はい、言っときますよ。ここに4度ほど並んだケースの中には1ミリも整理されておりませんし、はい、ね、まあでもここら辺のね食材はパントリーと言われてたあの棚に乗ってたやつとここに置いてあるだけなので、ここはまあね、ここにお皿を置いたりとかよそったりとかね、こういう形で、しかも奥さんなんならここに書いてありますよ、下のこの花を飾る部屋にしたいみたいな、はい、この家の家族はね花を飾るのが好きっていうことだったので、はい、もうここまですっきり片付けばいくらでも花が飾れるんだよ、うん、よかったね、うんね。そしてこちら当初個室と個室問題でありました。僕の部屋をここにするか向こうにするかで吸ったもんだがあって、最終的には、僕の部屋があちらになったということで、なんとこちら娘さんの部屋になってもいいように一応娘さんのものがしっかりこちらでまとめられています。もうなんかここだけ見るとそこお嬢様な感じで今まではねそこの端っこの方に私の部屋とか行ってたんですが、リビングのこの一角は娘さんのスペースではなくてパパとママが作業できるスペースにしましたので、椅子が反対だったわね、こういう感じでここにモニターを持ってきて、ここにお母さんのパソコン類がありますので、はい、ここを出してもらってこういう感じでやっていただいて、やった後にはそのままスライドでこちらに戻すという、はい、このねスライドですぐに戻すっていう風にするだけで、この食卓が夜になると家族団らんの場所になりますので、はい、あのラインよりは全然近くなったと思うので、はいはい、しっかり使っていただいて戻していただきたいと思います、はい、ここがどんなに散らかってもいいので、はい、ここはさら地目指してください、はい、ほらなんか言ってたけどお母さんここ歩けるようになったけど全然狭くないので、それもアクセスできるし、はい、向こうからもアクセスできるようになって非常に仕事もしやすくなると思います。イエーイイエーイイエーイ。そしてなんとここでトランポリンができます僕もやりますか、はい、どうぞイエーイすごいこんなに晴れても大丈夫なぐらいスペースができました。はい、後ろでワンコがびっくりしてますはい、花ちゃんが一番動いてましたね今日はこっちにもあっちにもいろいろね人間の場所が決まらなかったせいで、花ちゃんの場所が2点3点しましたが、はい、とりあえず、こんな形で、はい、なんならほらピアノもこう弾けるようになってますからいつでも弾きますよ。ありがとうございます、はい、ピアノには何の興味もないのねそしてここは一応ね、将来的に娘さんの部屋になれるような形で、片付けたんですけれども、お父さんが遅く帰ってくるとか、あとお子さんが寝る時間とかあったので、とりあえずお父さんの服は
こちらに入っておりますので、今まで以上に美しく提供されておりますので、はいまあ、若干この下埋めちゃってるんですけれども、まあお父さんは今まで以上に着替えやすくなってると思います。はい、ありがとうございます。はい、ということでお母さん、こんなリビングに生まれ変わりましたからどうですか？すごいすっきりして、も子供たちの夢もう夢も叶えて、もうなんなら本当に個室感がすごいですよ。すもうごいそれ喜ぶと思います。じゃあリビングダイニングはこれで OK ね。はい、ありがとうございました。はじゃあ問題はあっちよ。い、もう後半戦地獄すぎてはい、終わらないかと思ったけど、はい、とりあえず頑張ったんで向こう行ってみましょう。はい、お願いします。はい、ということで本日2度目のメインイベントでございます。リビングダイニングがすっきりおしゃれな空間に生まれ変わりましたが、地獄だった寝室、とにかくリビングのものが1回来て1回目地獄で、隣の部屋からまた物が押し寄せて2回目の地獄、その地獄が実際しっかりと片付いたのか、寝室の方を見ていただきたいと思います。はい、どうぞ。じゃーん。あー、綺麗だね。どうでしょタンスがあるのに広く見えますね。う。そうですね。はい。もうこのタンスの行き場が本当に寝る部屋でどうしようか悩みましたけれども、まあ最終的にはこんな感じで寝ることを最優先にスペースを作らせていただきました。はい。お母さんどうこれ見て。はい、着替える部屋とかがすごい悩みだったので、はい。ここにまとまって洗濯物をまとめれていいなと思います。そうね、これからはリビングに溜まることがなくなって、はいまあこっちがまあ多少はいじゃ脱線としてもとりあえず寝れる状態で、はいでおもちゃがなくなった分すっきりしてるので、はい、なんか全然前より広く感じるかな、はい、お母さんの洋服は全部そこに固まってはい、置いてあるので、はい、それは勘弁してください。わかりました。とりあえずここでね賄えて、で、まあ、そこはちょっとおしゃれする時着るものみたいな感じでね、はい、使っていただければいいかなと思います。はい、本もこちらにありますので、はい読み放題で、はいお子さんたち読めると思いますので、はい、お父さんもゆっくり寝れると思います。はい、ということで最後あれですよ、僕の部屋ですよ。物置の中に出た僕の部屋、最後どうなったか。僕はどういう部屋にしたかったんだっけ？忘れた。なんか一人で寝たかったんじゃなかったっけ？そうだよね。小学校1年生になって自立したいんだよね。素晴らしいですよ。その気持ち受け止めました。見ていただきたいと思います。どうぞ。じゃーん。おー、明るい。もうね、子供のものしかないとこんなに明るいんだなっていう。もうさ、あんだけ家族のものがいっぱいあると何の部屋かわかんないけど、もう僕のものしかない状況の中で、もう僕のね大好きな世界地図と日本地図がこうやって貼ってあればすごく広い部屋になりましたね。若干この後ろに埋めてるっていう情報もあったんですけど、まあ、これはしょうがないよねって話でね。なんて言ったってこの家はもう誰も個室持ってないんだから、あなたがこの家で初めての個室の所有者です。おめでとうございます。パチ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 ということで、こちらにも布団を引いて寝られるということなので、こちらで寝ていただいてもいいですしね、友達と戯れていただいてもいいですし、はい、自由に使っていただきたいと思います。イエーイ。どうですか、感想は。自分の部屋を持って。いいね。いいね、本当だね。ね、ランドセルも置けるし、だから自分で自分のことやってちゃんと使ったら戻してね。はい。ということで、お母さん今日一日作業してみてどうでしたか？はい、純子先生がすごい優しくて、なんか節々に優しさが感じられて。本当に？はい。私、優しくしたつもりは1ミリもないわよ。そうですか。いや、本当に純子先生怒られることがいっぱいあるだろうなってあ本当感じしてたんで、もう、すごいありがとうそうなのね。いや、なんだろう、景色がなかなか変わらなくて、午前中だけよね、午前中あの部屋のものをね、とりあえずこっちにやった瞬間に、あ、楽勝かなと思いきや、吸ったもんとしてね、物が行ったり来たりするじゃない。なんだかんだ言ってママの小物が多すぎて、自分でなんか分かんなくて、多いのが少ないとか。いやいや、だからね、本当にね、申し訳ないんだけど、
叶えたい夢は上の2、3個だけよ。はいね、子供のスペースを作りたい、おしゃれな部屋にしたい、すっきりした部屋になりたい。散らからない。散らからないのはこれから自分がそれをどう戻すかっていう話だけど、ちょっと動いてないものの量が多いので、それ全部インオペにしちゃってるから、そういったところをやっぱりちょっと向き合わないと難しいんだけど、今はこの状態でキープすることだけを考えて、はい仕事頑張ってもらって、だってやっぱりこの子も小学校1年生でね、最初は不安定だと思うので、そういったフォローをねしっかりしてあげてほしいのと、探し物をしない。すごいリモコン、靴下、服買ったもの大事なプリントがなくなる。ほんとやめて。だからもうそうならないためにはやっぱ把握できる分のものの量で暮らさないと、もう本当ね、子供2人で犬も世話するってね、もう私でもできないわ。ね、だから気をつけていただくのと、ただもう洗濯物がね畳んでしまえないっていう悩みも、まあとりあえずこっち側足でどうにか賄えるようになれば、リビングダイニングは死守できると思うので、全部こっちも人を呼びたいっていうのがあるじゃん。人がやりたいです。だから呼びたいんだったら個室は多少散らかってもいいから、ああいったパブリックスペースをなるべく死守して、人が来た時はなるべく隠すとというところで、で景色の変わったリビングにいるだけでも気持ちは全然変わると思うので、とにかく穏やかに平和に、家族の仲良く頑張ってください。ありがとうございます。はい、じゃあ僕今日は大成功で大丈夫ですか？はい。はい、じゃあ皆さん頑張ってください、これからもね。はい、じゃあねー、ありがとう、お疲れ様でした。はい、ということで調理家電や収納家具の配置を変えることにより、ママも息子くんも喜ぶお部屋に生まれ変わらせることに成功いたしました。その後、息子くんと妹で週末ビフォーアフターごっこをしている様子を送っていただきました。 3、2、1、ゴー。はい、次行きます。最後。2、1、ドボー。きれい、きれい。こっちもきれい。よかったね。よかったね。これからも兄弟でお部屋を大切に使っていただきたいと思います。ということで今回の週末ビフォーアフターいかがだったでしょうか。次回の週末ビフォーアフターは引っ越して以来段ボールを片付かないお宅に訪問してまいりましたので、どうぞお楽しみに。それではまた来週、さよなら。よかったらチャンネル登録お願いします。いいね、コメントもお待ちしてます。